もいらっしゃいませ。ゆうチャンネルへようこそということで、今回はですね、これ材料たった2つでパンケーキを作っていこうと思います。このパンケーキ、なんと普通のパンケーキのカロリー3分の1で作れちゃいます。ということで一緒に作っていきましょう。レッツクッキング。今日はね、巨大パンケーキ作っていくんですけれども、たった材料2つでできます。しかも普通のパンケーキよりもカロリー抑えめ。一般的に見てね、1200から1500ぐらいカロリーあるんですけれども、これは3分の1でできます。バナナ、これでっかいバナナなんで3本の方がいいかもしれないです。これぐらい黒いやつの方が甘みが増します。ビニール袋に入れてこういう風に手で潰していくと、包丁もフードプロセッサーもミキサーも必要ないです。ダイエット中にね、もうどうしてもパンケーキが食べたい、スイーツが食べたい、もうそんな方にね、もう圧倒的におすすめ。パンケーキぜひ作ってください。つぶつぶの感触がない方が綺麗にパンケーキ焼けるので、潰していってください。飛び出たりね、袋が破れたりするのにだけ気をつけながらやってください。はい、完成しました。卵を卵黄と卵白に分けていきます。卵黄と卵白に分けられたら、卵白の方を冷凍庫に10分程度入れて泡立てやすくしておきます。はい、そしたら卵黄をね、ちょっと白っぽくなるまで泡立てていきます。砂糖を入れた方が泡立ちやすいんですけれど、趣がちょっと違うので、こんな感じで卵黄だけ泡立てていきます。タラーっとしてちょっと筋が残るぐらい、これぐらいになったらここにバナナを入れていきます。もう全部バナナ入れちゃいます。さっくりとね混ぜていきます。はい、こんな感じで全体的に馴染んだら卵白を合わせていきます。これもね、もうダイエットになるんじゃないかと。泡立て器でこう泡立ててカロリーを消費して、その消費した分をねデザートで補うと、これぞ自家発電ですね。普段はね砂糖を入れて結構早めにできるんですけれど、砂糖を入れなくてもこんな風にしっかりとメレンゲ作ることができます。しっかりとメレンゲ泡立ててください。そうするとふわっシュワッとこう美味しく仕上がるので。そしたらこんな感じで落としたら形が残るぐらい、これぐらいまでメレンゲ作ってください。卵黄とバナナの方に混ぜていきます。3分の1ほど卵黄の方に混ぜていってなじませていきます。1回目はねそこまで気にせずにしっかりとなじむように混ぜてください。はい、しっかりとなじんだらこっちに入れていきます。そしたらそこからねさっくりと混ぜていきます。混ぜすぎてここで泡を潰さないように、混ぜなさすぎてなじまないっていうのもダメなので、ちょうどいいところで止めてください。できました。では焼いていきます。クッキングシートをねフライパンに合わせて切っておきます。今回はもう油もバターも使いません。材料本当に2つで作りたいなと思って、サラダ油の代わりにフライパンにくっつかなくしておきます。で上から蓋があれば蓋で、なかったらアルミホイルをフライパンに合わせて型を作っておきます。全部入れちゃいます。超でかい。そしたら火をつけます。強火で30秒ぐらいフライパンを温めて弱火に落とします。5分で一度開けて様子を見てみて、こんな感じです。まだ生っぽいので、あと残り3分ぐらい焼いていきます。
はい、こんな感じでしっかりと膨らみました。そしたらこれを半分にパターンと折りたたみます。でこれを剥がします。こんな感じで焼くと本当に材料2つでふわっふわとろっとろのパンケーキを焼くことができます。バターの誘惑にはちょっと勝てません。なのでバター寄せます。最後にね、蜂蜜をかけて食べていきたいと思います。完成しました。ではいただきます。おっこれはうまい。マジでか。口の中でもうシュワって溶ける。下顎と上顎でこうシュッてこう溶けてく。これうんめ。ふわっシュワふわっシュワ。いくらでも食べられる。これこの材料2つでできるカロリー3分の1のパンケーキ、うまそうだと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。インスタグラム新しく始めました。ツイッターもやってるのでよければそっちも覗いてください。料理教室やってるのでそっちも覗いてください。それむちゃくちゃうまいし、そこでしかやってないレシピなのでぜひ気になった方は来てください。ということで次回の You チャンネルでお会いしましょう。皆さん手を合わせてください。ごちそうさまでした。